はい、どうもフランスガイド中村です。今皆様の目の前に見えてるのはそうオランジュリー美術館でございます。今回はね、このオランジュリー美術館の地下階にあるボルター・ギヨームコレクションを紹介したいと思います。これらのねコレクションは、20世紀初頭の重要なアーティストたちの作品を集めたコレクションなんですけども、実はこれはね、欲望と金と血でまみれたコレクションでもあるんですね。そんなところをね紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、ということで今ね、私たちオランジュリー美術館の地下階にやってまいりました。ここは絵画コレクションがあるんですけども、この絵画コレクションはもともとはポール・ギヨームという人の個人コレクションでございました。彼はね、20世紀を代表する伝説的な画商ですよ。ギャラリストですね。しかし彼はもともとギャラリストだったわけではなくて、もともとはね、ガレージなんかやっていた車屋さんだったんです。タイヤなんか売ってたんですね。そしてね、当時タイヤというのはアフリカから輸入してゴムなんかを輸入していたんですけども、いつものようにアフリカからタイヤを輸入するために荷物がね、届きました。そしたら中に入っていたのはタイヤじゃなくて、こんなアフリカの仮面だったんですよ。これがね、衝撃的な出会いになりました。なんだこんな仮面、ふざけんじゃないよというのではなくですね、ポール・ギヨームはこの仮面の美しさに魅了されていくんですよね。これ美しいということで、こんなねアフリカの美術を彼はねコレクションして、彫像なんかもコレクションして、彼のタイヤの隣に陳列するというね面白いガレージ屋さんになっていくわけです。そんな時にね、面白いガレージがあるということで、その噂を聞きつけてきたのが当時ね美術批評家、そして詩人として活躍していたアポリネールという人なんです。ポール・ギヨームと一緒に話すうちに意気投合しましてね、おいお前面白いな、俺の友人たちを紹介するか、お前ちょっと来いよということで、アポリネールの友人たちに紹介されることになるんですけど、はい、その友人の一人がピカソですよすごいですよね、その時代というのが。そう、アポリネールはね、ピカソがまだ無名時代、フランスの、ね、モンマルトルとかでね、その創作活動をしている時に、彼の作品の先駆性、重要性なんかを批評していた人物なんですよね。ですからね、これはね1906年の作品なんですけど、この顔を見るとちょっとアフリカのマスク的なね感じがいたします。はい、こういう感じでね、そのピカソの友人たちなんかとポール・ギヨームはどんどん仲良くなっていきましてね、そしてね、彼は思うんだな、こういうまだ世界に知られていないアバンギャルドの芸術家がたくさんいるけども、僕らは私はこの人たちをもっと世界に紹介して、そして彼らの絵画なんか作品なんかをどんどん売っていかなきゃいけないと、タイヤなんか売ってる場合じゃないよというね、そういう話になるわけです。そこで、メンターとね、なったのがこのギヨーム・アポリネールという人で、彼と一緒にねこのレザーハ・パリといってパリのアートシーンをね、批評するようなアート雑誌なんかも作っていくわけなんですね。でそこに紹介したのはもちろんピカソ、そしてマティス、デュラン、アンリ・ルソーなんてねいう人たちもいたし、そしてもう当時は無名のね人たち、そういう人たちにお金を出してあげて、生活費をその出してあげながらユートリードとかモディリアーニ、スチなんていう人たちも売り出していくことになります。彼らの絵画なんてねもう二足三門ですよ当時は。けどそれがね10倍、100倍、1000倍なんかにね、その価格がどんどん上がっていくわけです。そこでね、彼らの作品の値段が上がった時に売りますんでも彼は大金持ちになっていくんですね。はい、そこでね彼がね住んでいたアパート紹介しましょう。これリビングルーム、かっこいいでしょう。奥には大きい、これピカソだろうね。そしてその左にはそのキュビズム時代のねピカソなんかもあります。そしてこちらのねシャンデリアの向こう側にあるのが、はい、大きなねこの生物画がデュランですね。そしてその見えるかな、右と左にはこれセザンヌなんかがありますよ。そしてね今度こちら側を見てみようか。そしてこちら側を見ると今度は、はい、スティンですよ。スティンの肖像画なんかもあります。さあ今度はね
ポール・ギヨームの今度は事務所の方に目を向けてみましょう。こんなね事務所になってるんです。はい、ここに彼のデスクがあるよ。デスクがあって、そしてその後ろには、彼がね大好きだったモディリアーニなんかの肖像がありますよね。この辺にはずっとねモディリアーニの作品が並んでいて、このねなんかゆらゆらっと揺れてるのはこれスチンって人ですね。はい、そして真ん中にねギターを弾いてるのはこれね本物がオランジュリーにありますが、これアンドレ・デュランですね。はい、そしてね今度ね本棚になっているんですけども、本棚の上に並んでるでしょう。アフリカのマスク彫像なんかがずらっとね並んでおります。そして今度こっち側に目をやるとまたねこれキュビズム的なピカソの作品があって、そしてねこれ、ヌーボピロタというねノーボピロタか、これモディリアリの自画像で違うわモディリアリが描いたポール・ギヨームの肖像画なんですけども、こんなねものもあります。ということでいいアパートでしょう。しかもこのアパートもほぼ美術館だよ。こんなねどんどんお金持ちになっていくポール・ギヨームなんですけども、こんなポール・ギヨームに目をつけた女性というものがいましてね、その最終的にそのポール・ギヨームと結婚することになるんですけども、ジュリエット・ラカーズというね女性がおります。その人ねちょっと紹介しましょう。その人の肖像画も実はねこのオランジュリーにあるんですね。アンドレ・デュランという人が描いております。もともとは彼女はポール・ギヨームが通っていたディスコのクローク係でした。そこで2人は出会うわけなんだけども、非常に美しい女性だった。そして2週間後には彼らはすでに同棲を始めていたんですね。はい、ということでねこの人が、ジュリエット・ラカーズという人で、その後ねポール・ギヨームと結婚することになってマダム・ポール・ギヨームとなる人なんですけども、この人はね綺麗な女性なんですけど、男が好きというね金を持ってる男が非常に好きだったんだね。非常に悪い女なんですよ。もうド S の性格だったと言われているので、この人は、非常に女王様というねちょっとニュアンスがあるドメニカと言われることになります。実はねこれから私たちが見ようとしているオランジュリーのコレクションというのはこの人が非常に関わっているんですね。ということでこのねドメニカの話を少ししたいと思います。ポール・ギヨームのギャラリーは順調に業績を伸ばしていきました。お金持ちの仲間入りですよ。彼らのアパートって絵画がいっぱい飾ってあってギャラリーのようになっていたでしょ。そこにクライアントが訪ねに来る。その時に絵画だけじゃなくドメニカの美しさにも魅了されるわけです。ポール・ギヨームは鼻が高かったでしょうね。そしてねある時彼らは一人の男性と知り合います。ジョン・ウォルターという人で大富豪でした。有名な建築家でもあって、そして同時に彼は実業家でもあったんですね。鉱山の権利なんかを持っている桁外れのお金持ちでした。ドメニカが好きな男性というのはお金を持っている男性だったんです。そのうちねドメニカはポール・ギヨームよりもジョン・ウォルターの方が好きになるんですね。そこでねこの3人の三角関係というものが始まりまして、このねポール・ギヨームもねもう愛人は容認しますということで3人での共同生活が始まるんですね。ジョン・ウォルターが持っていた巨大なアパートに3人で住むことになります。1936年悲劇はここから始まります。ポール・ギヨームが腹膜炎でなんと亡くなってしまうんですね。これ腹膜炎っていうのは亡くなってしまうような病気なんでしょうか。私は医者じゃないんでね何とも言えないんですけども、これちゃんと適切な治療をしなければ死に至る病気みたいですね。そしてちゃんと治療させなかったみたいなんですよ。腹膜炎になっても呪文を唱えたりね、なんか磁気カードをなんかかざすだけでちゃんとした治療を受けさせなかったということで、ポール・ギヨームはそのまま亡くなってしまいます。悪い女ですね。ただねドメニカこれ悪い女だぞっていうことはポール・ギヨームもよく分かっていて、遺言でね自分との息子を残していないんだったら自分のコレクションは相続させないよと、自分のコレクションは国家寄贈にするっていう言葉をポール・ギヨームは残していたんですよ。
そこでポール・ギヨームが亡くなって一段落した後ですね、このコレクションを相続するためにドメニカは偽造妊娠をします。お腹の中にタイルを詰めてね、そしてお腹が膨らんだ状態で近所を散歩するなんて、そういうことをやるんですね。けど実際に子供いなきゃしょうがないんじゃないかってことなんだけども、子供はお金で買ったらしいです買えるんですね、そしてそのようにして彼女はコレクションを相続した。そして彼女が相続した時点で彼女の気に入らない、ね、作品とかも全部販売していっちゃって、例えばキリコだとか、あるいはそのキュビズム時代の作品なんていうのはほとんど売ってしまって、そしてルノワールとかセザンヌを買い足したと言われているんですね、はい、その後に、パウロという子供がね、できて、買ったんですけども、そして、ジョン・ウォルターと正式に結婚することになりました。さて、美しいドミニカはまたね、愛人を作るんですね。今度はね、お医者さん、ラクール博士っていうお医者さんを愛人に作って、これまた例の通り3人での共同生活が始まっていくんですね。ただそのうちにね、このドメニカという女性もちょっと権力に酔ってきたのかもしれませんね。邪魔なやつは消していこうって話になるわけです。一番邪魔なのは誰かっていうと、もう相続をしてますからね、相続をするために買った子供パウロですよ。パウロを消そうっていう話になるんですけども、ただその前にジョン・ウォルターが死んでるんですね。ジョン・ウォルターは毎週日曜日自分の行きつけのレストランに行っていたんですが、そこでランチを終わった後出てきたところで車にひかれてるんですよ。車にひかれたのですぐに救急車で連れて行けば、病院に連れて行けばもしかしたら助かったかもしれないんですけども、なぜかその場面に居合わせたのは救急車ではなくて奥さんのドメニカとお医者さんのラクール博士だったんですね。彼らの車に乗せまして、そして病院までゆっくりと運んでいったらしい、着いた時にはジョン・ウォルターの息はなかったということなんですよ。これ殺人なんじゃないかっていうことなんですけどね。そこでジョン・ウォルターの莫大な遺産をドメニカは相続することになって、フランスでも有数なお金持ちになっていきます。さあ、あと残るはね、パウロだけだよ。パウロを消せばもうこれで一件落着という感じだったかもしれないね。そこでね、南仏にあったレストラン、元軍人がやってるっていう噂を聞きつけて、その人にこの人殺してくんないかっていう殺人依頼をするんですね。そこでね、今度はドメニカの方がはめられちゃう、その元軍人はパウロにその事情を話して、一時期姿を消してくれと結託します。で、殺した体でもう一回ドミニカに殺しましたと言って大金をもらう。そのまま警察に行って全部事情を話したっていうんですよ。大ニュースになりました。もうドメニカといったらね、フランスでも有数な有名人の大富豪ですから、そこでね、いろんなニュースが流れるわけなんだけども、そこでその計画に加担したラクール博士、そしてその時にはドメニカの弟も一枚噛んでいたので、弟も結局有罪判決が出て投獄もされました。ただしね、ドメニカは逮捕されることがなかったんですね。そしてね、その逮捕されたラクール博士も、そして弟のドメニカの弟もすぐ釈放されるんです。そこにはね、何か国家との交渉があったんじゃないかと言われていて、ちょうどその時にドメニカが持っていた絵画コレクションが国家寄贈されているんですね。当時のね、文化大臣、この人はアンドレ・マルローといって、これ美術史の中でも非常に重要な役割を演じた文化大臣なんですけども、おそらく彼がこのドメニカと交渉したんじゃないかと言われているんですね。ドメニカさん、あなた殺人容疑でこのままじゃ刑務所入りますよ。牢屋生活することになりますけどいいんですか。ところであなた素晴らしいコレクションをお持ちだ。アバンギャルドの、あなたの元旦那さん亡くなってしまったけど先見の目を持っていたね。どうですか、国家に寄贈しようと思いませんかって言ったんだろうね。その背景には寄贈するんだったら起訴しないよと、そのようなね、駆け引きが行われたんではないかと言われています。
ということでね、オランジュリー美術館にあるもともとポール・ギヨム、そしてドメニカがその後で大幅に変えていったコレクションというのは、こんなね、欲と金と血にまみれたコレクションだということなんです。さあ、コレクションに戻っていきましょう。はい、ということでね、仮面に戻ってきましたよ。でこのね、アフリカの仮面なんかに影響を受けてるっていうのは別にピカソだけじゃなくてね、先ほどちょっと登場したモディリアーニなんていうのもそうなんですよね。これさ、顔見てくださいよ。なんかちょっと仮面っぽい感じで描いてあるでしょ。でね、それもね、理由がないことではなくて、もともとモディリアーニっていう人は彫刻家を目指していたんだよね。ただ彼非常に体が悪くてね、彫刻をする時の、石像なんだけども、そこで出る埃なんかが肺に悪いっていうことで、最終的には彼はね、彫刻を諦めることになります。ただし彼はその彫刻的な造形っていうのを今度は絵画の中で行っていくことになるんだよね。だから例えば顔とかね、非常に彫刻的ですよね。図式的って言ってもいいんだけど、目がアーモンド型でね、鼻なんかも一つの線で表現されていたり、細部がね限りなく、非常に細かくなっていくということで、非常に彫刻的な絵画を描いていった人でもあります。これも一緒だよね。でね、そのモディリアーニはその非常にポール・ギヨムっていう人と仲良くなっていくんですよね。でというのはね、彼はパリに来た時には全く知り合いがいなくて、もうほとんどお金もない状態だった。そんな時にね、転がり込んだのがモンマルトルとかモンパルナスって言われる、当時ね、世界中からパリに芸術家たちが訪れていたんですけども、そんな時代に、まずアーティストたちが助け合いながら共同生活をしていくわけ。極貧生活ね。でそんな時にね、ポール・ギヨムと、出会うわけなんだよね。そのポール・ギヨムと出会って、彼がね、お前もなかなか面白い絵を描くじゃないかということで生活を保証してあげるんですよ。アトリエ借りてあげて、そして生活費出してあげて、制作費も出してあげる。その代わり月に何枚か私に絵画収めてねっていうことで、彼の芸術活動を助けていくことになります。はい、そんな感じでね、自分の芸術を本当に成立させてくれるもうパトロンですよ。はい、そういうふうにしてね、当時の伝説的な画商というのは新しいアーティストを発掘して、そして新しい作品をね世に出していった。だからリスクは全部このギャラリストが取っていたわけだよね。でこれはね、ポール・ギヨムですよ。モディリアに描いたポール・ギヨムで、ダンディーでしょ。かっこいいスーツ着てさ、帽子かぶって、でタバコだよ、ほらタバコ持ってんだよね。すごくダンディーでかっこいい感じをしているんですけども、ポール・ギヨムのね、ここ見てください。これノーボピロタと書いてあるんですよ。これ新しいパイロット、新しい操縦者ってことなんですけども、私たちをねどっか別のところに連れて、別の世界に連れてってくれるというような感じがしていますよね。だからそのモディリアーニがね、いかに当時のねポール・ギヨムみたいな人を尊敬していたかっていうことがよくわかります。さあ、そしてね、またこのピカソに戻っていくんですけども、ピカソはねキュビズムを経てまたね別の造形に、様式に移っていくんですね。ピカソっていうのはね、その人生の中でさまざまに、まさにカメレオンのようにね、自分の使っていた様式を変えていった人なんですけども、この絵がグランドベニューズと言いまして、キュビズムを一回経て、もう一回ね第一次世界大戦が終わった後、古典的な技法に戻っていった時代の作品です。ですからちょっと古代ギリシャとかね、古代ローマの感じがするでしょ。ラフ像ですね。すごい巨大的でね、力強い感じではあるんだけども、その古典的な作品、様式、技法に戻った時代でございます。これもね1920年代の作品で、先ほど大体同時代なんですけども、非常にねクラシックな時代に戻っています。クラシックな時にね、彼が参考にしたというのがアングルとかね、それルノワールだったりするわけですよ。ですから常にね、そういう美術史なんかを意識しながら、何かね迷った時にはもう一度本当に基本に帰るというような、ものをやっているのがピカソですよね。
でもねこのキュビズム時代の作品っていうのもいくつか残っておりまして、これがねそのキュビズム時代の作品ですね。というのはねポール・ギヨームはピカソのキュビズムの時代の作品をたくさんコレクションとして持っていたんですが、その後のねドメニカがねコレクション相続した時にほとんど私の趣味に合わないわっていうことで売っちゃうんですよね。でねクラシックなものだけは残ってるんだけども、これねキュビズムの中でも結構クラシックなんだよ見やすいでしょ、形もよくわかる、でこれはね一回自分が見た印象、その感覚視覚っていうのをもう一回再構成して、幾何学的な図形に還元して二次元の中で表現するという、いわゆるキュビズムのね基本的な姿をしていますよね。机のねその天板っていうのかな、それはなんか上から見たような形で、けど瓶なんというのは横から見た複数のね視点というのが一つの絵画の中に入り込んでいるという意味で非常にキュビズムとしてもお手本のような作品でございました。さあポール・ギヨームはねピカソと同時にマティスというのもいち早く評価した人でもありまして、1910年代の後半だと思いますけども、マティスとそしてピカソ、その20世紀をね代表する二大巨匠たちを対峙させながら展示会をした人でもあります。はい、アンリ・マティスという人はもともとはね北フランス出身の画家なんですけども、よくね彼はね南仏、特にニースですね、ニースに行って絵を描いております。美しい海があるニースだよ。でそのねニースにあるホテルに泊まってその一室で描いた絵画がこちらなんですね。部屋の中にはね家具とかネイスっていうのが描かれていて、それがねちょうど遠近法で窓の方に私たちの視線を誘うじゃないですか。そうしたらね窓が少し開いていて、その向こう側には海が見えているわけなんだよね。美しい風景なんだけども、ただ同時にさ遠近法はそこまで厳格に規定されているわけ、表現されているわけじゃなくて、そしてその背景は何か手前よりもより魅力的に見えてると思いませんか。そう背景がね非常に装飾的で明るくて、そして私たちの目に飛び込んでくるような仕方なので、この手前よりも背景の方が目立って背景が前面に出てくるというね、そういう遠近法を使いながらも遠近法を裏切っている、背景が手前に出てくることで絵画の奥行きではなくて平面性が強調されるというね、そういう面白い絵画になっております。写真がね登場してくると、今度はいかにその絵画が持っている二元性、絵画でしか表現できないことをやっていくかということがね、ポイントになってくるんですよね。でキュビズムもそうだったしマティスもそうなんですが、そこでいろんな方法を探していきました。そこでね一つその当時のトップアーティストたちのヒントになったのがこのねアンリ・ルソーという人でございます。この人はねナイーブアートなんて言って素朴派なんと言われておりますけども、この人はね、専門的な美術教育を受けていないので遠近法とかちゃんと勉強していないと言われていてね、本当は勉強していったのかもしれないけども、そういう古典的な伝統的な技法関係なく描いてた人ですから、非常にね当時のその伝統的な美術教育を受けた人たちにとっては面白いというふうに見えたんですよね。さあこれはね結婚式という名前がついている絵画で、この真ん中には花嫁がいるでしょ。ただこれどうですか、花嫁見ててさ、なんか宙に浮いてるように見えませんか。なんか浮かんでるよってね、浮遊してるよって感じがするんですけども、その浮遊している理由はねこれまた遠近法にあるんですよ。遠近法で言うとね、彼女はねこの右側にいるおばあちゃんよりも後ろに立っているように描かれているじゃない。しかしさ、彼女のこのローブっていうの、ベールがおばあちゃんの完全の前にこういう風にして垂れ下がってんだよね。だから彼女は本当は後ろにいるんだけど、ベールが前に出てきていることによって同じライン、むしろこのおばあちゃんよりも前に立ってるように見えるわけだから、この彼女がおばあちゃんと同じ位置に立ってるとしたら浮いてるよねって話になってしまうわけですよね。
単なる下手なんじゃないのっていうふうにね思ってしまうんだけども、もしかしたらそうかもしれないけどさ、遠近法の規則を破ること、あえて破ることによってこの花嫁を目立たせるっていうことをわざとやってるとしたら、なかなかの切れ者だと思いませんか？でこのね並木道みたいになってるバッグもね、なんか非常に幻想的で面白いんだよね。このなんか犬も面白いでしょ。何か非常に不思議な感じがします。このように日常風景の中になんか奇妙さ、あえてね遠近法みたいなものを否定することによって奇妙さを表現しているのがこのアンリ・ルソーという人なんですけども、非常にね当時のプロの、伝統的な技法を学んだ画家からは評価されておりました。ただ同時にね、この新しいアバンギャルドの画家たちは古典から過去から学べということでね、いろんな人に注目していくんですが、その一人がルノワールなんですよ。やっぱねポール・ギヨームもそのやっぱルノワールの重要性というものに気づきまして、そしてルノワールの作品もいくつか買うことになります。ポール・ギヨームが買ったルノワールの作品の一つがこちらのねピアノを吹く2人の姉妹という絵画なんですけど、美しいでしょ。これはね国家が注文したものなんです。印象派はね当時社会的な認知を得ていたんですけども、ただ、国家からねその注文を受けるほどには印象派っていう人たちはまだ社会的に認められていなかったわけですよ。印象派の中で国家注文を受けたのは唯一ルノワールだけなんですね。でね、もうルノワールはね社会的認知を得たということでもう頑張っちゃいましてね、このピアノを弾く2人の姉妹っていうそういうテーマでなんと6枚も6枚も絵を描いてしまったということなんだよね。で最終的にその1枚、その中の1枚は国家買い上げになりまして、現在それはオルセー美術館にあります。今ここのねオランジュリーにあるのはその終作、練習終作と言われているんだけども、これね2つ比べてみるとなんかさオランジュリーにある方がねなんか非常になんていうのかな、ダイナミックに見えるんだよ。なんか細部はもちろん描かれていないんだけども、その細部が描かれていないからこそ手前の金髪のね女の子が弾いているその瞬間だとか、そしてその後ろの女の子がね覗き込んでいるそのダイナミックさというのかな、なんかまさにピアノの旋律が聞こえてきてね、この2人の女の子の笑い声なんかが聞こえてくるような、気がしますよね。ですから細部を書き込むほど絵画としては完成度が高くなっていくんだけども、同時にねそのダイナミックさ、そういうものが失われていく、躍動感みたいなのが失われていくっていうのがありますよね。でね、これねちょうど先ほどの絵画と同時代に描かれたもので、おそらく同じ女の子たちなんじゃないかなというふうに言われております。ルノワールはねこういう女の子の2人の、姉妹カップルなんかをよく描いた人物なんですね。そして、あんまりねイメージはないんですけども、このルノワールはね生物画も描いているんですよ。こんなね生物画があったり、そしてね僕がね結構好きな、綺麗だなと思ってるのは、実はこの生物画でね、これ桃なんだけどさ、すごい桃が美味しそうに描かれているんですよね。ノルマンディに行った時にこの生物画を描いたっていうんですけども、これまずねお皿に乗ってるこのお皿がねデルフト焼きですって。その上にピラミッド型に桃がね置かれてありますけど、もうお皿からあふれる感じで桃が乗ってるよね。そして一つだけねテーブルの上に落っこってしまうっていう感じなんですけど、なんかこの桃が持つさ柔らかさっていうのかな、甘み、そしてその触った時のスベスベっていうの、なんかそのちょっと毛羽立ってんだけどなんか触り心地のいい感じ、そういうものがなんか絵の中から全部出てるような気がしませんかね。美しいよね。たださ、この桃をよく見てみると、お皿もよく見てみると、このお皿っていうのは真横から見てますね。一方この机っていうのはちょっと
天板がこういう形で描かれるってことはこれ上から見てるんだよね。ということでね、この生物画の中でも2つの視点っていうのが構成されているっていうことが分かります。たださ、ルノワールの生物画見てるともそんなこと全然思わない。ただ色が美しいな、桃美味しそうだなっていうねそういうふうに思ってしまうだけというね。でこのね、その生物画の構成、そういうものを徹底的に考えながら描いたっていう人が、セザンヌでね。でセザンヌはそういった意味で、先ほどのねキュビズムなんかの先駆者になっていて、近代絵画の父なんてピカソあるいはマティスのね時代の、アーティストたちに呼ばれることになるんですけども、はい、これですよ。これはね、今度はセザンヌです。まずセザンヌはさ、この丸いもの、これリンゴなのかね、オレンジなのかよく分かんないんだけども、その果物が持ってるテクスチャー、質感っていうの、そういうものを全く気にしていないってことが分かるよね。そういうものを描くっていうのは彼にとっても全然問題じゃないんだよね。そういうものをなんか忠実に表現するんだったら写真でいいじゃんって話になるから、そうじゃなくて彼はその視覚的に得た情報というものをもう一回自分の中に落とし込んで咀嚼して、そしてもう一回それを絵画の平面の絵画の中で再構成をするというふうになっているんですよ。ですからね、そのリンゴとかね、オレンジかもしれないけども、そういう球体だとか形態の方だけが非常に残ってね、細部っていうのがどんどん消えていきます。それと同時にさ、これなんか本当に顕著に見えるよね。机っていうのはさ、これは本当に上から見てるじゃない。天板をね本当に上から見てるって感じはするんだけども、ただこの壺見てよ。壺とかこれ砂糖入れなんだけど、もうこれは完全に横から見てるよね。そしてこの今度はお皿、フルーツが乗ってるお皿なんだけど、これなんか宙に浮いてるように見えませんか？なんかその下になんか挟まっちゃってるようなねなんか斜めになってるけど、これも別の視点から見てるからこういうね普通になってるんでしょう。ですから複数の視点で見た印象っていうものを一つの画面の中で再構成しているので、このような歪んだような形になっているわけね。そしてさらにさ、この壺の後ろにある、壺の手前にあるか、お皿の後ろにあるオレンジ、どこにあるのこれどういう風な位置関係になってるのかよく分かんない。でこの壺の左にさ線があるけど、これ書き直したんだろうねその線も消さない。そしてこの縦のライン、壺とさ砂糖入れの間に縦のラインがあるけど、それも消さない。そしてこの右側にあるこのなんか絵みたいなやつ、これおそらくナイフの持つところかもしれないけどよくわからないというねこういうねよくわかんないんだけども、その何か不思議な絵っていうのを、セザンヌはたくさんこういうね生物画で描いておりまして、それはね自分の一回見たものをそしてもう一度咀嚼して再構成し直すというね、非常に時間をかけて描いた絵画なので、こういうねものが生まれていくわけです。これもねリンゴなのかみかんなのかよく分かりませんが、フルーツが乗ってるよね。だからさ、こういうの、簡単に読めるんだけどめちゃくちゃ時間かけてたみたいですね。一回自分の印象を自分の中に落とし込んで、そして何度も考えて再構成していく、めちゃくちゃ時間がかかったと。だからさ、セザンヌが描くフルーツに注目してると面白くて、彼は桃は描けないよ。桃腐っちゃうもん描いてる間に、だから、腐っても形が変わらないというか、腐りにくいリンゴ、そしてオレンジを描いていくわけなんだよね。だからそのねアーティストが選ぶ何のフルーツを選んだかっていうところも非常に、絵画を見るにあたっては面白いポイントだと思います。そしてセザンヌという人は肖像画がものすごく少ないね。いくつか肖像画ありますけども非常に少ない。というのはもうね何時間もかかったらしい、制作に。もう1日ポーズを取ればいいってわけじゃなくてね、もう何週間も何ヶ月もポーズ取りっていうのが続いてね、その間モデルは絶対に動いちゃいけない。動いたらリンゴは動くかと言ってね、なんか怒られたっていうね話が有名ですけども、だからセザンヌの肖像画のねモデルになる人は大変ですよ。動いちゃいけないし、ずっとなんかそのセザンヌのなんかわがままに付き合わないといけないから、そこでね誰もセザンヌのモデルなんかしませんよ。唯一してくれたのは奥さんということで、これねセザンヌの奥さんでございます。オフトシアといってねセザンヌのよくモデルになっていますけども、彼女を見てなんかその全くね表情がないです。
けどね、セザンヌにとっていいんですよ。表情、感情がここから読み取れないのもう関係ない。なんで別に感情をね表現しようとしてんじゃないから、この人が持っている、顔のね球体の部分だとか、そしてこの膨らみ、そういう形態ですね、その立体的な構造に彼は興味を持っていたんでしょう。ですからなんかさ、塗り方によってこの服のね膨らみだとか、そういうのが非常にうまく表現されてますよね。この白な部分はね、これキャンパスの地の色なんですけども、こういうものもしっかりとなんか膨らみがねあるように表現されているというところが、セザンヌのすごいところでしょう。そしてね、もう一度私たちはマティスの間に入ってきました。マティスはね、そのピカソと並ぶ20世紀を代表する巨大巨匠の2人のうちの1人なんだけども、彼もやっぱりねまた過去から学んでおります。ここで、インスピレーションを受けているのはアングル、そしてドラクロワなんですね。彼らはオリエンタリスムといって、当時のねヨーロッパが持っていない文化をオリエントだから当時のアラビア世界に求めていきました。ですからアングルもね、オダリスク、グランドオダリスクっていう絵を描いているし、そしてドラクロワなんていうのは実際にモロッコだっけな、アルジェリアだっけな、北アフリカに行きまして、そこにねアルジェの女たち、アルジェだから、アルジェリアだけど本当はモロッコだったような気もするけど、そういう絵画をね描いております。ここでもねオダリスクと言いまして、ブルーの青いオダリスクと言いまして、このね東洋的な女性、白人女性ですか東洋的な衣装をつけたね官能的な女性がポーズをとっております。やっぱこれもねしかしマティスらしく、やはり女性と同時にこの後ろの装飾モチーフがね非常に目立っていますよね。そういうことで背景が目立つことによって、また絵画の平面性、二元性が目立っているという感じがします。はい、そしてねこれもまたオダリスク、赤いズボンを履いたオダリスクというタイトルなんですけれども、手前にね女性が寝そべっていますよね、ネイス。そしてその後ろにはねまたこれ非常に綺麗な壁が描かれていて、その壁はね、これ壁なのかね、それともついたてなのかな、ついたてかもしれないね、色が違うねものがあるから、ついたてだろうな。だから左後ろに家具があって、さらにその後ろには壁紙があるね。ほらここの部分ね。そうけどさ、よく見ないとよく見ないと、私もあんまりよく見ていませんでしたが、なんかその奥行きが全然わかんないよね。非常に全て平らに見える、これがねそのマティスが、目指している、試みていたことなんですよね。ですからこの例えばね青いモチーフのところに、青い背景に花のモチーフがあるこのついたてですけども、その手前にネイスがあるでしょ。その真ん中、その間にねほらサイドテーブルあるんだよ。でサイドテーブルの上にはこれモチーフじゃないお花が置かれてるんだよね。けどそのお花がこれ置かれてるのかな、ちょっと今よく見てみたら急に分かんなくなったな。けどテーブルの上にはコーヒーとかお菓子は載ってるね。ただそのコーヒーとかお菓子はもう限りなく絵画のモチーフ、壁紙のモチーフの中に埋没していそうに見えるということは言えるんじゃないかな。ですからね、この背景の中に手前の事物が溶け込むような形、このようにして二元性が表現されているっていうのは、当時のねマティスの目指していたものという感じがいたしますね。はい、そしてねこの部屋にはマリー・ローランさんという画家の作品もあります。マリー・ローランさんは、フランス人でね、別にエコールパリというわけではないんだけども、彼女はもともとアポリネール、ギヨーム・アポリネールね、ポール・ギヨームにアドバイスをしていたメンターとなった人なんだけども、彼と付き合ってたんですよ彼と付き合ってたんで、ピカソなんかの、仲間のねうちに入りまして、そこで自らもトップアーティストの売れっ子になっていきます。で彼女が売れっ子になった理由というのはね、それをね当時の女性たちが考えていた理想美、そういうものをうまく表現したのが、彼女の絵画だったんですね。細身の女性でね、すらりとしていて、ちょっとか弱い感じ、守ってあげたいなみたいな、そういう感じの、スタイルですよね。でこういうのがね当時、いわゆる女性の理想とされていた
男性的に、ガンガン仕事をして、そして、なんかその男性の社会の中でどんどん勝ち抜いていくという女性像ではなくてね、何かそのメランコリックで、幻想的で、そして細くゆらゆらしている、そんなね女性像というのが当時は非常に、理想美とされておりまして、そんな中で活躍していたのがこのマリー・ローランさんという人でしたね。ですからね、当時ねマリー・ローランさんに、肖像画を描いてもらうなんていうのが非常に、ね、流行っていくことになります。これはメジカと言いまして、当時やってたバレエ、ロシアバレエ団ですね、ディアギレフが企画していたロシアバレエ団のメジカというバレエがあるんですけども、その舞台美術のテーマになっておりました。舞台の背景になっていたものかな、そのね美術監督を頼まれたのがマリー・ローランさんだったんですよね。その時にねコスチューム、衣装を担当していたのがシャネルですよね。だから本当にココシャネルね、だからそういう時代を感じます。そういう時代ですね。さあ、そしてもう一度私たちはアンドレ・デュランの展示室に戻ってまいりました。先ほどね、多く時間を使ったお話ししたこの、ドメニカももう一度登場ですよ。いや悪い女ですね。あの話を知ってるとね、この見てるコレクションもまた全く別様の見方ができるんじゃないかなと思います。けど綺麗な女性だよね。非常にエレガントという感じがします。さあ、彼女のね後ろにはまたこの絵の中に絵が描かれておりまして、これわかるかな、なんかねよく見るとギターが2つあるの分かります？左の人物と右の人物がいて、ギターを左の人物はギターの柄の部分を下に、ネックの部分を下にして、で右の部分はギターのネックの部分を右上にねかけて弾いている人物がおりますけども、この後ろにある絵画、これねオランジュリー美術館にあるんですよ。それがねこれです。なんとなく先ほどの絵画の中に入っていた絵画、これと同じようなね、モチーフが見えたんじゃないでしょうか。はい、これアンドレ・デュランの、傑作の一つですね。ポール・ギヨームが注文したものなんですけども、コメディア・デラルテという当時流行ったね演劇形態、を、表現しているもので、左がねアルルカンといって、ひし形のカラフルな衣装を着て、右がピエロですね。その2人がねギターを弾いているという絵画なんだけども、ギターよく見てみるよ。ギターよく見てみるとさ、これ弦がないよ。こっちもほら弦がないよね。ですからなんか楽しそうに弾いてるように見えるんだけど、実は音楽は何も流れてないってことがわかるね。そしてさらにちょっとこれ光っちゃってるんだけどさ、光っちゃってるんだけど顔見えるかな。顔見るとね、この2人全く笑ってないよ。全然楽しそうじゃないよね。で特にねこの右の男性、この人はポール・ギヨームじゃないかっていうね言われてるんです。はい、ポール・ギヨームのね、ここに肖像画が顔だけ入ってる、ちょびひげの部分とかね、ちょっとポール・ギヨームっぽいですけど、はい、そんな絵画になっております。この本来だったら人々をね楽しませて笑わせるようなこの2人の芸人がね、砂漠のような誰もいないところで、そして音楽を奏でたいにも奏でられない、何かそのようなね八方塞がりというような感じもしますけども、第一次世界大戦が終わってね、その後に、一体どのような芸術をすればいいのかというような芸術家の苦悩が少しね聞こえてきそうな感じもいたします。はい、私たちはまたねこの、アンリ・ルソーの間に戻ってまいりました。面白いよね。これ人形を抱えた子供っていうタイトルなんですけども、これ一回見たら忘れられないよね。なんか非常に目力が強い。何なんでしょうか、この子供なんでしょうか。非常に大人っぽくね感じですけども、なんか社会党のね福島みずほさんのような可愛らしい顔をしておりますけど、そしてもうこの持っている人形、これ自民党の石破茂さんじゃないでしょうかね。石破先生がこんなところに描かれてるなっていう、そういう解釈も
できるかもしれませんができないよって、まあね、そういうねなんか非常に印象的な絵画なんですよね。彼非常に真面目に描いてるんですよね。一個一個ねこの水玉なんかも描いている。これよく見るとねこの腕が描かれてるの分かるんですけども、ただその色彩のね肉付き感とかそういう影なんかを作ってないからほぼ平面に見えますよね。水玉もね規則的に打たれているので。で彼女のね座ってるってことは分かるんですけど、これ顔正面でしょ。顔正面で体もずっと正面なんだけど、これ足だけ横になってんだよね。だからこれエジプトの壁画的だなというふうに言われてるんですけど、エジプトの壁画もねなんか顔が正面だけど体横っていうふうになってますよね。非常に不思議な叙述的な作品になっていますけども、座ってるのもなんか椅子がないんだよ。椅子がなくてなんか空気椅子みたいになってるんだけど、で足もこうやってズボッとなんか芝生の中に埋まっちゃってるっていうね感じなんですけども、けどねだからちゃんと位置を取ってないよっていうことでね、下手っちゃ下手なんですけど面白いんだよね。すごい面白いんですよ。ということでね、このアンリ・ルソーのファンの人っていうのがたくさんいて、でね私がねアンリ・ルソー私大好きなんですけど、アンリ・ルソーを好きになったのは、原田マハさんっていう人がいて「楽園のキャンバス」というね小説を書いております。そのいろんなことを研究されてさらにフィクションを加えた小説だと思うんですけど、めちゃくちゃ面白い。アンリ・ルソーっていう人がねすごい好きになりますよ。ぜひねそんなね小説読んでいただくとこのよりね絵画楽しめるんじゃないかと思いますけど、これも面白いでしょ。これはねジュニエお父さんの馬車という名前がついてるんですけど、ジュニエお父さんこの人ね手綱持ってる人で、この人はね新しく馬を買ったんですって。で自分の自慢の馬車に家族を連れて、散歩しているところをねこのジュニエおじさんにアンリ・ルソーはねお金を借りていたってこともありまして、そこでお礼のためにこの絵を描いたという話になってるんですけども、これもなんか面白いよね。何が面白いかっていうとね、犬がいるでしょ。でここにも分かるかな、ここにも犬がいるんだけどさ、もう一匹ここに犬がいるんだよもう一匹ここに犬がいるんだけど、この犬ちっちゃすぎないかっていうねなんかその次元が歪んでるぞというねそういう感じがしますけども、ただこのね分かるかな、光っちゃってるかもしれないんで、この木の葉っぱの部分とかはねもう本当に一枚一枚克明に描くというね、なんかそういうよくわかんないところにこだわりがあるんですよね。ほら見て、これ一枚一枚全部描いてんだよね。面白いよね。なんかねこういうところがねアンリ・ルソーの非常に面白いところだなと思います。はい。でね今度はユトリロですね。ユトリロ、お母さんはねモンマルトルで活躍していた画家のモデルなんかをやっていたスザンヌ・バラトンという人で、彼はね若い時からアル中で苦しんでた人なんですけども、そのお酒からね、その脱却させるために母親、画家でしたから、スザンヌ・バラトンのねモデルをやりながら画家でもあったんです。ですからね、絵の手ほどきをしまして、そしたら絵にのめり込んでいったっていうのがユトリロですね。ですからねユトリロは自分の地元であるモンマルトルなんかをたくさん描いております。今目の前に見えているのはこれねベルリオーズといって作曲家ですよ。幻想交響曲言えてるかなを作曲したベルリオーズなんですが、彼はね、モンマルトルに住んでたんです。住んでた家ですよこれが。ちっちゃいさバラックみたいなところに住んでたんですよね。歴史の今ではね名前が残っておりますけども、で現在ねこれモンスニー通りの階段を降りたところにこのベルリオーズの家っていうのがあったんですけども、現在はねすごい大きな、マンションに変わってしまっています。さあ今の作品が1914年ちょうどね第一次世界大戦が始まるぐらいの年に描かれたんですけども、大戦後ですねその10年後1924年に描かれたのがこちらの作品で、これねベルリオーズの家のところから階段があって、その階段登っていくとモンスーニー通りというところなんですけども、そのモンスーニー通りを描いたものです。10年の間にさすごい画風が変わるんだよね。非常にカラフルになりました。ただこれはその
目の前でね自分の見えてるものを書いたわけではなくて、ポストカード、お母さんがね自分に送ってもらったポストカードをボトンにして書いたと言われるものなんですけども、自分のね少年時代がまたこの中に、過ごした思い出なんかが書き込まれているんでしょう。右を見るとこれあれだよね、サクレクールの塔なんかも見えます。そしてここにねおそらくこれ自分自身の姿なんじゃないでしょうか。ボサボサのねちょっとボヘムというかねボヘミアな感じの画家がおりますけども、絵札を持っております。はい、そしてねもう一度いわゆる白の時代と言われるものなんですが、これもまたモンスニ通りだよね。そうだからね、ユトリロっていう人はね、自分の生まれ故郷地元であるモンマルトルというところね、本当にいろんなとこ書いてるんですけども、これもまたモンスニ通りですよ。でこのほらここにさ階段があるじゃない。この階段を降りてって右手にあるのが先ほどのベルリオーズの家ですよ。ここもね本当に私のモンマルトルの裏道散歩、っていうところで同じようなねところを紹介しましたけども、今でもこんな風景を見ることができます。でこの白の時代のイトリロっていう人はさ分かるかな、これこの壁のさ表現とかこの道の表現がすごい厚塗りになっているんですよね。どうだろう、これピント合ってんのかな。で本当にゴツゴツしててさ本当の壁のように見えるんですけども、これねユトリロはね当時モンマルトルからはギプスっていうね白い石材、それを砕いて石膏とかにしていたんですけども、そういうね素材が取れたんです。でモンマルトルで取れるそのような石材を砕いて白の絵の具の中に入れてこの絵を描いてるとも言われていましたね。まさにこれはモンマルトルで描かれている、モンマルトルの場所で描かれているっていう意味と、モンマルトルの地面から取れた素材で描かれているという意味でね、二重の意味でモンマルトルで描かれているということが言えるわけなんですね。はい、ということでねちょっとね、オランジュリー美術館の作品なんかを紹介してまいりましたが、さあ最後の作品に行きましょう。最後紹介するのはスティーヌという人です。パリ派、エコール・ド・パリと言われる人なんだけども、彼もね、モディリアーニと同じように、若い時パリにやってきまして、極貧生活を経験するんですね。で、幼少期にね非常に辛い経験をしているということで、なんかその辛い経験が絵画の中に現れているというねなんかさこれ風景画なんだけど風景画がもう歪んじゃってんのよね。なんかぐにゃぐにゃになっちゃってる。だからこれ抽象画のように見えるんだけども、よく見るとこれ街だからこの辺がほら家になってるでしょ。家になってて、そしてなんだろうね、ここの下の方には木があるでしょ。でこの道があってまたこの家があるというのはね、歪んでんだけど一応こういう風景画になっているわけですね。面白いでしょ。で印象派の後期に出てくる、フィンセント・ヴァン・ゴッホなんていう人が自画像を描いてて、その背景がねぐにゃぐにゃ渦巻きが巻いたりしてますけど、ちょっとそれと近いよね。つまり自分の目に見えるそのままを描くじゃなくてね、その自分の目の前に描かれているものをさらに自分のその時の心境、あるいは自分の過去の経験、そういうものを投影して描く。そのことによって目の前のこういう風景、現実には存在してるんだけど別様に見えるというね、いわゆる心象風景、そういうものがこういうね歪みなんかにして現れてくる人ですね。スーチーもね全く絵が売れなくて、この絵が売れないっていうのはなんとなく分かるような気がするんですけども、ただねこれ面白いなっていうことでポール・ギヨームが買うことになるんですよね。でその後ねポール・ギヨームの勧めもあってね、今度はアメリカの大富豪である、バーンズ博士という人にこのスーチーに気に入れられまして、それでねそのスーチーの作品をバーンズがボーンと買うことによって彼もね社会的に認知されると
いうことになるわけです。これはねお肉が釣られているんですけども、左にはねこの牛の顔が釣られていて、あとはこの肉の塊が釣られているんですけど、これレンブラントが描いてますよ、ね、レンブラントが肉が釣られている絵を描いていて、それにインスピレーションを受けたんでしょうね。それはルーブルにあります。さあではね、一番初めアパートをね紹介しましたけども、そのアパートにあったこのパティシエを紹介して今回終わりましょうか。はい、スーティのね描くこのような肖像画なんですけども、肖像画もさなんか歪んでるんですよね。歪んでてなんかひょろっとなんか胸のところとかねすんごいくびれちゃったりしてるんですけども、何かねどうだろう、これは個人の感想によるけど、なんか写実的に描かれてるよりもなんかその人の本質みたいなねものをやっぱり感じ取ることができるんじゃないかななんていうふうに思いますね。ある意味これもねセザンヌと同じように自分が一回印象を受けて、そしてそれをもう一回自分の中に落とし込んで、それを二次元の中に再現するといった時にね現れてくる、そのようなスーティンが持っている個性、感情、その人に対する思い、そういうものがねこういう肖像画の中に現れてくるということですね。はい、こんなねスーティンの、その自分のもろに自分の主観というものが入った絵画っていうのはその後ね表現主義という形でどんどん後世に広がっていくことになります。はい、ということでね、オランジェリー美術館というのはポール・ギヨムっていう人がアバンギャルドの作品を集め、そしてそのねドメニカという人が修正を加えながらも、この当時のね1910年から20年30年そんなね時代のパリのアートシーンが分かるような芸術のコレクションになっております。そのねコレクションの国家寄贈になったきっかけなんていうのも非常にね面白いと思いますよ。ということで今回は動画を見ていただきありがとうございました。はい、ということで今回はねオランジェリー美術館の地下階にあります絵画コレクション、ボルター・ギヨームコレクションをご紹介いたしました。いやー見応えあるでしょう。20世紀初頭のねいわゆるアバンギャルドとかエコール・ド・パリ派なんて言われる人たちの作品で形成されているコレクションですが、実はねポール・ギヨームの生きたその時代、そして彼の個人的な事情、ドメニカとの個人的な関係、そういうものがコレクションに大きく影響しているというのが分かりましたね。こんなねところでこんな視点からオランジェリーの作品群見ていただくと面白いんじゃないかなと思います。ということで今回この辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね。皆様のコメントを見るのを楽しみにしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。